Tuesday, November 4th, the monster of branch banking appears before. でそんな緑田さんはそうカトゥーンとか、まあそうですね。まあ僕もでも固定でずっとやってるアーティストさんもいれば、はい、まあ一応自分がだから要するに自分のマネージャーみたいな感じでいろんな仕事を、まあ、自分でも取りに行くみたいなこともあるんですけど、簡単に言うと仕事を取ってくれる人とエージェント契約って言ってマネージメント料を払うみたいな関係の人が全部で10人ぐらいいて、でバラバラにやってくれるじゃないですか、はい、なんですんごく仕事かぶるときはかぶり倒すんですよね。そっか、めちゃくちゃなことになるんですよ。で日にちのやりくりはもうパズルみたいになってて、すごいね。でもそれは本当に忙しい時の話で、まあ、最近結構ちょっとだけ暇でしたね。あ、本当？でより飲んでばっかりいました。そういう時あったね。そう僕アメリカで活動していた時期があって、でその時はその歌詞書いてたりしたんですけど、まあ、英語だから書きやすかったなっていう部分があったりはしたんですけど、日本語詞で自分の歌詞っていうのを書いたことが、まあ、あるにはあるんですよ。でもこう納得もう出し切った、これで自分出し切ったってことがなくて、作詞どうやって作詞してるのかなっていうのがすごいそう疑問なんです。なるほど。まあそうですね、今の観点で聞くならやっぱコナンさんの場合は、まあ、自分のプロジェクトって要するに自分のために書くじゃないですか、はい、で僕はもちろん自分が歌手じゃないんでオーダーっていうか、まあ、要するにその発注に応じて自分が書くとこういうことになりますよっていうのを、まあ、毎回こう提案してるんですけど、人のためだったり、あとまあそのシチュエーションだったり条件とか全部アーティストごとに違うじゃないですか。だから違うから書き続けられるのはすごいあると思うんですよね。であと人のことだからこそ逆に客観的に見て、この人がこういう言葉を歌うと世の中どういう反応するんじゃないかなっていうのを提案込みで書くんですよ。だから自分のことを客観的に見るのって難しいじゃないですか。だからまあもともと僕はだから外の人間だからこそ提案することはしやすいっていうのが多分あって、あとはだからちょっとでも歌詞を書くって行動がもうルーティンなんで仕事上、だからそれで発想のため方をルーティンにしすぎちゃうとダメになるなと思って、僕いつも知らない道を散歩してますね。なるほど、曲聴きながらその時の仕事の、っていうのをやってて、同じ利きじゃないところを通るっていうで、まあ、目に入ったものとか、まあ、その移動中の電車で見た中吊り広告とかが意外に適度になんかその発注内容と全然違うのに言葉を変えたらこれなんか時代感的には合うんじゃないのみたいな発想になったりするんですよね。だから自分の中だけから出そうっていうのはやめようとしてて、最終的に組み立てる時には自分の言葉でまとめるしかなくなるじゃないですか。まとめるしかないんで、だからそれ以外の先に入れとくものは外から持ってこようっていうのがすごいありますかね。こう時代感的にあまりこうなんだろう、同じものを100万枚売れるってことはなんとなく数千万人聞いてるみたいな時代ってあったと思うんですよね。まあさっきした本当に浜崎さんとかはそういう時代だったと思うんですよね。でもちろんじゃあそうなったらやっぱりこういい意味で広く伝わる言葉ってやっぱあると思うんですよね。限定しすぎてはある意味でこうその万人にとって自分の曲に聞こえないっていうような、だからそういうのはあると思うんですよ。でやっぱり僕もだからそのアーティストによって選ぶ言葉ってやっぱ変わるっていうのがあって、まあ、1個の例で言うならジャニーズの嵐とかにも書いたことありますけど、そしてやっぱ嵐に合う言葉とかってやっぱあるわけですよ。あるでそうだよね。じゃあアニメのファンはですねまた全然お客さんが違うわけですよ。であとはまあ何万人聞くかっていうのとか、まあ、そういうのは結構意識しますよね。選ぶ言葉は変わるんですよね。エゴサって言葉ありますけど、やっぱりそのアーティストに提供した曲名とかでリアクションやっぱ見るとこういうのやっぱり好きなんだなとかっていうの分かるわけですよね。そういうのってやっぱり何も知らないよりは見た上で、じゃあだからこそ全然違うものを作ろうとか、やっぱこのラインでじゃあ全然違うけど続編に感じられるかもしれないものを作ろうとか、そういう提案が自分側から出せるとこの人に頼もうってなるみたいなのはあるのかなとは思ってて、まあ、一応僕はだから
そういうのを分かってもらえそうな作品は一応その提示はしますよね。これがまあね先を変えていく意識なんで、発注に俺はもう発注する側だけど、発注側が欲しいのはもちろん書いたものが欲しいね、お願いしたことが来るとまあ安心するんだけど、実はそこから一歩提案があるものの方がやっぱりこっち受ける側がやっぱ衝撃を受けれるというかさ、そういうもんだと思う。かの「ももいろクローバー」さ、ね、前山田健一とちょっとね、ちょうど出会った頃に俺は離れちゃうんだけど、やっぱもう全員の名前がレペゼンしたさ歌詞が入ってるわけよ。でもうキャラクターをもうこっちもうファンだから知ってんのよ、メンバーの。でそれと織りなすサウンドメロディー歌詞っていうのを提案してきたらさ、それはノックアウトされるでしょ、なんじゃこいつっつってそういうふうにその中井君が始めたことがなんか一つの新しい、まあ、アイドルだけに限らないそのいわゆるそのプロデュースカルチャーを変えたところだなと思って。そうですね。要するにそのモノクロのこのメンバーだったらこの言葉を使うっていうのを全て把握した上で提案して逆に道のり作っちゃったんじゃないの、それね。作詞そいつかねしたいですよね。いやまあできると思うし、もっとできてほしいと思うんですけど、できすぎるとなんか僕と仕事する機会減りそうだいやいやでもこの次の曲、僕のプロジェクトの次の曲を一応構想はあって、日本語詞でやろうと思っていて、今まで2曲英詞だったので、日本語詞でやりたいなと思ってて、ちょっと原案があってちょっとブラッシュアップしていただきたいなとはもう全然ご依頼いただきたい。本当です本当にここで撮らせてくださいぜひぜひ。僕からもね質問なんですけど、最初のさまあ、作詞をやるようになるというか、あるいはなった、まあ、何かのアーティストが歌うって最初になった時のそれ決まった時のさこの気持ちというか、その時にまあ、作詞家としてそれをぐいぐいいくつもりでいたのか、その辺知りたいんだよ。感動したなって思うのは、ライブに呼んでもらって、でその自分の歌詞書いた曲のイントロが流れた瞬間に背中に電流走りましたね稲妻落ちるってやつだ。すごいって思って、もうなんかもうでも嬉しいけどちょっと怖いわけですよ。どんなリアクションなのかなみたいな、お客さんが。そうだよね。もうそうですね。で本当にその背中にビリってなる感覚ってずっと続いたんですよ、何年も。その後も提供ができた時に、ライブ見れた時に感じたんですけど、もうどんどんちょっとずつ薄くなってくるんですよ、電流それは成長ってことに思おうと思って、まあだからやっぱ提供し続けることって大事なので、まあそれはそれであれ結構どんな感じだったかなってたまに思うことありますけどね。まあ嬉しかったんだけど、ちょっと同時に怖かったかなとはちょっと思い出せばそんな感じがしますよね。表紙の最初は決まったと。2杯目何かお作りしましょうか。何だろうかな。さっぱりしたような、なんかちょっと炭酸が感じられるような。それ俺もいいな、それ。どうぞ。じゃあ次そうしましょう。手つきだったら大丈夫です。大丈夫。おっと決まったね今の。ワインの種類のカクテルに向ける方がいいワインっていうのは趣向があるの？でも多分あんまり重いのはそうなんだね。重すぎるですね。そうだね。混ざり合わないかもしれない。ちょっと軽めのライトなワインだと赤でも白でいけるかなっていう感じになります。細かい音までいいですね。カチャッとですね。ワインとカシスっていうのはもう鉄板であるんですよ。
うん強めになってね、ますそうですよね。そうです。これも手際が素晴らしいですね。卵片手で割る乗った。あれ器用じゃないとこうちゃんと出せないですよね。本当だね。すごい。通信教育でなると。でだ通信教育いいね。ああ、すごい。またさっきと全然アプローチが違違うねうやつ来ましたね。これはいい。美味しい感じです。ありがとうございます。はい。いただきます。おお、うん。あいい。あかなりさっぱり。うん。はい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 。いやーでもこれなかなかあんま味わったことないような感じする。やっぱただのカシスソーダとかとは全然違い全然ますね。違うねそうですね。香りがすごいこううんなんかマルチな感じになってる。軽いのにいろんな味しますしね。うん、美味しいですね。まあでも歌詞はあれですよ。やっぱその人にしか書けない何かは絶対ありますから、うん別に何とでもできると思いますよ。テクだけじゃないもんねやっまあぱりね。気持ちいい。うん、テクニックだけではやっぱ感動できないんで、うんやっぱりその人の、まあ、生まれ持った環境とかいろんな、まあそのね、感性なんて他の人に説明できないじゃないですか。じゃあね、それで成り立っているので、まあ全然自分にしか書けないものって本当に習う前からあると思いますけどね。最後にこうカチッとはめに行くところにはさテクニックだったり、経験値が必要だけどさ、うんやっぱ初期衝動というか発想の起点の部分がさ、やっぱりその人らしさに最終的には回帰するからね。本当そうだと思いますよ。結構ねやっぱり古い日本の歴史の音楽の歴史でいうとさやっぱ詩の先生詩を書く人を先生というあでも確かに。でいつもだって、いいね作詞家の先生に歌詞もらったらもう先生これでもうヒット間違いなしですっていうでその後に作曲家にまあメロ作っといてぐらいのそんな感じだっそうだよ、たんですね。まあ演歌とかそういう感じなのよさあ、まあ演歌はね、本当そうですよね。っていうね流れがね日本の歴史には若干あってそうなんですね。だからその言葉の意欲を本当に欲する、俺もね今までポツポツとやったことあるけど曲のねスタンスが早く定まる歌詞が決まるからキャラクターと場所が決まるから、そうするとテクニカルな作曲家はいいオケとメロディーを作ってくるんだよ、そこの風景がしっかりはっきりしてるから、ということはあるような気がします。そうですね。もう飲み干しちゃいましたけどね。美味しかった。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。Tuesday, November 4th, the monster of branch banking appears